言語学習のコツ。言語学習は楽しくて挑戦的な旅です。新しい言葉を学ぶことで、他の文化や考え方に触れることができ、視野が広がります。しかし、学習にはコツがあります。それを知っておくと、効率よく学べるようになります。まず、言語学習において最も大切なことは、毎日少しずつ学ぶ習慣を身につけることです。新しい言葉や文法を一度に大量に覚えようとすると、短期間では多くのことを学べたように感じるかもしれません。しかし、実際にはその情報が長期的に頭に残りにくくなります。これは脳が一度に処理できる情報量には限界があり、短時間で多くの情報を吸収しようとすると効率が悪くなるためです。例えば、英単語や漢字を1日に100個覚えようとするのは短期的には可能かもしれませんが、数日後にはそのほとんどを忘れてしまう可能性が高いです。逆に、1日に5から10個ずつ少量の単語やフレーズを覚える場合、脳はそれをしっかりと整理し、長期記憶に保存しやすくなります。このようにして、日々少しずつ進めることで、学んだ内容が無理なく定着していきます。さらに、学習時間も無理のない範囲で設定することが重要です。例えば、忙しい日でも最低限の学習時間を確保するために、1日15分だけでも言語に触れることを目標にすると良いでしょう。短時間であっても、毎日続けることで確実に進歩が感じられますし、習慣として根付けば、学習を続けることが苦痛ではなくなります。このように、毎日の継続が何よりも効果的です。たとえ短時間であっても、日々の学習が積み重なることで、数ヶ月後には確実に実力が向上していることを実感できるでしょう。言語学習においては、急がば回れという言葉がよく当てはまります。次に、アウトプットを意識的に行うことが、学習を効果的に進めるための重要なポイントです。多くの学習者は、インプットに多くの時間を割く一方で、アウトプットに対する時間が不足していることが多いです。確かに、インプットは重要な要素ですが、インプットだけでは習った内容が記憶に定着しにくい場合があります。言語を実際に使うことで、頭の中にあった知識がアクティブになり、定着度が飛躍的に高まります。例えば、学んだ単語やフレーズをすぐに使ってみることで、脳はそれを使える知識として認識し、忘れにくくなります。また、アウトプットはただ単に使うだけでなく、自分のミスや弱点を発見する機会にもなります。例えば、話している最中にうまく言葉が出てこなかったり、文法の誤りに気づくことで、自分がどこでつまずいているのかが明確になり、その部分を重点的に復習することができます。実際にアウトプットを取り入れる具体的な方法としては、学んだ単語やフレーズを使って短い会話文を作成する、あるいはその日の出来事を簡単な日記として書き出すことなどが挙げられます。これにより、学んだことを実際の言語活動として活用し、記憶の定着を促進することができます。また、ネイティブスピーカーと話す機会があれば、積極的に会話に挑戦してみましょう。最初は簡単なフレーズでも、実際に使うことで、生きた言語としての実感が得られます。最後に、自分に合った学習方法を見つけることが成功の鍵です。
すべての学習者にとって効果的な方法は一つではなく、各自の学習スタイルや興味に応じて適切な方法を見つけることが重要です。自分に合った方法で学べば、無理なく効果的に学習を進めることができ、結果的に長続きします。例えば、視覚的な学習が得意な人は、フラッシュカードを使うと効果的です。フラッシュカードは、単語やフレーズを覚えるのに役立ち、手軽に復習ができるので日常生活の中で繰り返し活用できます。一方、リスニングが得意な人は、ポッドキャストやオーディオブック、音声教材を積極的に活用するのがおすすめです。通勤や家事の合間に気軽に聞くことができ、学習時間を効率よく確保できます。さらに、ポッドキャストなどを利用する際には、聞き取った内容をメモにまとめたり、シャドーイングを行うことで、リスニングスキルとスピーキングスキルの両方を向上させることができます。また、学習の進捗を追うために、アプリやウェブサイトを使ってトラッキングするのも効果的です。進行状況を確認することで達成感が得られ、モチベーションが維持しやすくなります。例えば、毎日の学習時間を記録し、どれだけ進歩したかを可視化することで、自分自身の成長を実感できます。小さな成功体験を積み重ねることで、学習の継続につながります。新しい言語を習得するためには、継続的な努力と時間が必要です。焦って結果を求めすぎると、途中で挫折してしまうことが多くなります。言語学習は長い旅のようなものです。少しずつ進みながら、自分の成長を楽しむことが大切です。学習の進み具合は人それぞれ異なります。他の人と比較して焦るのではなく、自分のペースで進めることを意識しましょう。一見小さなステップでも、日々の積み重ねが大きな成果につながります。また、途中で壁にぶつかったり、停滞期を感じることもあるかもしれませんが、これは誰にでも起こることです。重要なのは学び続けることです。